皆さんこんにちは、ケン本山です。いつも私の YouTube チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。私の YouTube チャンネルでは各種のグルーブボックスを連携させたマシンライブのパフォーマンス動画を中心に動画投稿を続けておりますが、たまには音楽にまつわる話も投稿してみようと思いまして今回の動画を作ってみました。今回の動画の内容ですが、題しまして魂のピンポン録音。と言いましても、私よりも若い方々にとってそもそもピンポン録音って何と思われると思います。私と、同世代の人たちも一部の、マニアックな方々しかもしかしたらご存じないかもしれません。昔はこんなに苦労して音楽制作していたんだよっていうような、昭和時代の、親父の話を、聞いてもらえたらと思います。今は、DAW を使ってコンピューターで音楽を制作することが主流の時代ですね。ですが40年以上前、私が YMO の影響を受けて音楽を始めたばかりの頃は、ようやくその YMO とかクラフトワークが、電子楽器を使って音楽をプレイするということを開始した時代です。まさか、コンピューターを使って音楽を録音するなど想像すらつかない時代でした。当時のプロの方々はオープンリールテープを使って録音する、高価な MTR でレコーディングを行っておりまして、それは一般の人にはなかなか手の出せない高額なシステムでした。ようやく私が高校になる頃にカセットテープを使って、多重録音ができる4トラックの MTR を TIAC とかヤマハが発売してくれましたが、私が、中学生だった当時はまだそれさえも発売されていませんでした。当時中学1年生の私、YMO の音楽にですね圧倒されて、自分もこんなアーティストになりたい、オリジナルの音楽を制作したいと思っていましたが、でも高価な、MTR を親にねだって買ってもらえるわけでもなく、諦めていたところ、私の頭に、とあることがひらめいてきました。それがピンポン録音です。当時私は新聞配達をして貯めたお金で買ったローランドのリズムマシン TR606 と、コルグのシンセサイザー MS10、 これを持っておりまして、さらにこれに加えて、ラジカセをですね2台、所有しておりました。一般的に音楽を制作する場合は、ドラムベースを基本にして、その他のさまざまな楽器とかボーカルなどを重ねて録音しなければなりません。では MTR なしでそれらの音をどうやって重ねていくかというと、まずはじめにラジカセ A に何か一つのパートの演奏を、録音します。そして今度はそのラジカセ A で最初に録音したパートを再生しながら、それに合わせて別のパートの演奏を行って、今度はラジカセ B ですね、こっちで録音します。すると最初に録音したパートと、次に演奏したパートが重なってラジカセ B に録音されます。さらにラジカセ B を再生しながらまた別のパートの演奏をしてラジカセ A で録音することによって、3つのパートの演奏が重なります。こうやって A で再生 B で録音 B で再生 A で録音ということを繰り返すことで、どんどん演奏のパートを重ねていくことができます。このように録音と再生を交互に、繰り返すことが、卓球でいうと、ピンポン玉を左右に打ち返し合うことに例えまして、このような録音の手法を当時、ピンポン録音と称しておりました。私の場合は TR606 のリズムとそれに合わせて MS10 で作ったシンセベースの音を使って演奏をしまして、最初にラジカセ A で録音します。そしてラジカセ A で録音したリズムパートを再生しながら、今度また MS10 で別の音色を作って演奏し、それをラジカセ B で録音します。そしてまたラジカセ B を再生しながらまた違う音色を MS10 で作って演奏してラジカセ A で録音する。これを繰り返して、どんどん音を重ねていきました。あと、この方法を行う場合、ポータブルミキサーを使って再生するラジカセの音と楽器の音をミキシングして録音側のラジカセに流す
ということをしなければなりませんが、この手法を始めた当初、私はポータブルミキサーさえ持っておりませんでした。ではどうしたかというと、かなり荒っぽいやり方ですが、楽器と、ラジカセをつなぐケーブルですね、その中間の部分をハサミでブツリと切りましてですね、中の導線を引き出しまして、図のようにですね、強引にケーブルを接合しましてですね、T の字型の、ケーブルを自作します。そして、この図のように接続して、ラジカセ A の再生音とシンセの音をミックスし、ラジカセ B に流して録音するということをやっていました。後にヤマハのポータブルミキサーを手に入れましたので、このような、やり方はしなくなりましたけども、当時はよくこんなことをやったなぁと、懐かしく思っております。さて、そんなピンポン録音ですが、メリットとしてはとにかく低予算による多重録音が可能になります。当時の高価な MTR がなくても音楽制作が可能でした。ただし当然ながら数々のデメリットがあります。1番、ノイズの増加、音質の劣化。なんといっても一番のデメリットがノイズとの戦いですね。録音を繰り返すたびに、ノイズが重なっていきますので、さらにまた音質がですね、どんどん劣化していきます。あまり何度も多く、録音を繰り返していくと、最初はさーという感じだったノイズがですね、最後の方に曲が完成する頃にはですね、まるで地下鉄の騒音のようにゴーというようなすごいノイズになっています。そのノイズの音とともに演奏が始まるといった具合になります。さらに最初に録音した音はだんだん音質が劣化していきますので、当然音量も下がっていきます。ですので最初の方に録音するパートというのは、後から音質とか音量が下がってくることを念頭に入れて、音量を高めに録音するというような工夫が必要になっています。欲張ってたくさんのパートを重ね取りしようとすると、とんでもない音質劣化を招きますので、必要なパートを、絞り込んでですね、どれだけ繰り返しを、回数を抑えるか、そういう工夫が重要になってきます。それから2番目、編集による演奏の置き換えができない。途中で演奏をもし間違った場合、編集で間違った箇所から置き換えるということができません。録音は一発勝負なので、演奏を間違えた場合、その間違えたパートは曲の頭から、演奏をやり直さなければなりません。ですので演奏するパートをきちんと練習して、加えて演奏のみならず録音機器の音のレベルといったことにも注意を払いながら演奏しなければなりませんので、相当な集中力が必要になってきます。3番目、操作ミスによる音の消去。これをやると大変な失敗という話になりますけども、録音と再生を繰り返していくうちにですね、やっぱり頭が疲れてきましてですね、たまに勘違いを起こしましてですね、再生すべきラジカセをですね、誤って録音ボタンを押すという大失敗を起こすことが何度かありました。順調に重ね取りをしてきた音であれば、なおさら悲惨なことになります。そのような失敗を起こした時は本当にもう頭の中が真っ白になったような気分ですね。じゃあこれらの対策として、ラジカセ A は録音専用、ラジカセ B は再生専用と決めておいて、カセットテープを毎回入れ替えてですね、やってみてはどうかと思ったことがあるんですけども、これも NG でした。なぜならカセットテープの回転速度が個々のラジカセによってですね、微妙に違うということなんですね。ということは、こういうことを行うと回転速度の違いで曲のチューニングが少しずつ狂ってくるという状況になってきます。つどつど、チューニングを合わせたとしても、録音を繰り返すうちにですね、作ろうとしていた曲とは違うキーになってしまうということもありえますので、この方法は採用しませんでした。はい、という感じで、ピンポン録音のことについて昭和の完成マックスで、紹介させていただきました。
DAW で音楽を作り込んでいる、特にカセットテープすら知らない若い世代の方々にとっては、何このおっさんアホな話をしているんだと思われた方もいたかと思います。この話を昭和ノスタルジックな音楽文化の話として楽しんで聞かれた方がいましたら、この動画を投稿した回もあったかなと思います。こんな感じで、若かりし頃に音楽を作っていた私はハードウェアを使い回すことが好きなので、マシンライブによる演奏でいつも音楽を作っております。では最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは各種のグルーブボックスを連携させたマシンライブのパフォーマンス動画を中心に動画投稿を続けております。BGM としても使えるオリジナルテクノミックスを定期的に投稿しています。また今回のように、音楽にまつわるトークもですね、不定期とはなりますが投稿していきたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた、さよなら。